こんにちは、斉藤直樹です。10代、めめさんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして、めめと申します。質問の前に、現在の私の状況と、直樹先生の謝意を伝えたいので、長文になってしまうかもしれませんが、最後まで見ていただければ幸いです。私は現在、介護士として働きながら、通信大学で絵を勉強しつつ、プロのイラストレーターを目指しています。1年ほど前から、ワンドロを毎日投稿するようになり、この1年でフォロワーさんも増え、お仕事もいただけるようになってきました。高校3年生の時、自分自身が夢に向かう上で色々悩んでいた際、父からの課題でワンドロの投稿を始めました。そのおかげで夢に一歩近づけたと思い、父に感謝を伝えたところ、ワンドロは直樹先生の受け売りだと言っていました。自分の夢を目指すきっかけを与えていただき、プロを目指す上での技術面や精神面で必要なことも直樹先生の動画で教わり、現在のメインの活動であるワンドロというアイデアまで直樹先生にいただいたことを知り、大変感謝しております。最近父が私のイラストのメイキングを中心とした YouTube チャンネルを始め、私の絵に対してのコメントで、めめさんの絵柄という文言をよく目にするようになったのですが、私自身が私の絵柄が何かよくわからずにいます。自分自身の持ち味として意識していたところを絵柄として認めていただけるようになれば素直に喜べるのだと思いますが、二次創作では作品から学びたいと思い描いているので、良い意味で言っていただけていることは分かっていても、素直に喜べない自分がいます。ここから質問になります。私の絵を見ていただけている方にとって、めめの絵柄と感じるものの正体は何なのでしょうか？それは直した方が良いものなのでしょうか？の2点になります。プロを目指していますので、厳しいご指摘を受ける覚悟はできています。質問以外で気になる点も含めて、直樹先生のご意見をいただけると嬉しいです。はい。ということで、ちょっとね、改めて驚いたんですが、10代なんだ、この人。いや、っていうのは、めちゃくちゃこの人、絵が上手くて、介護士として働きつつ、通信大学で勉強して、その傍らでね、絵も投稿してってことで、介護士だけでも忙しそうですし、その上で通信大学に通って、で、普通はね、それで手一杯だと思うんですが、で、その上でめちゃくちゃね、絵が上手いので、ちょっとこの方すごい方ですね。ということで、質問の内容をお答えしていく前に、まずは早速、めめさんのイラストを紹介していこうと思います。ちょっとね、上手すぎてみんなびっくりすると思います。めめさんの作品の紹介。はい。最初の作品はこちら。はい。ゴールデンカムイの杉本彩一のイラストですね。めちゃくちゃかっこよくない？まずね、もう画面構成がすごくかっこいいです。帽子と手でね、ほとんどの顔を覆いつつ、片目だけで睨みを効かせている。しかもちょっとだけ見えている片目が、さらにね、こう影になっているので、この暗闇の奥の方からね、じっとこちらを見ている眼光に、背筋がね、少し寒くなるのを感じますよね。で、何よりも驚きなのが、これをね、1時間で描き上げているっていうところです。1時間ってですね、皆さんやってみるとわかると思うんですが、絵にとっての1時間ってもうほんの一瞬です。その限られた時間の中で、この絵の構成をやって、で、キャラクターの造形を整えて、そして彩色で質感までつけちゃってます。ほら、帽子の質感と肌の質感と髪の毛の質感、結構ね、違うのが絵を見ているとわかるでしょ？ここまでのことを1時間でやってのけて、で、しかもそれがめちゃくちゃかっこいい。いや、化け物かよ。いや、正直ね、びっくりしました。これね、1時間って書いてありますが、僕ね、2時間でも結構すごいと思いますね。さあ、次行きましょう。次はこちら、ナルトのイラストです。いやー、かっこいいなー。もうこの方ね、どうやったらかっこよくなるのか、どういうライティングにすると自分が欲しいかっこよさにたどり着けるのか、感覚的にね、もう知っている感じがしますね。1時間なのでね、細部を見ると、若干荒れた雑な線に見えるんですが、バッチリ色が決まっているので、その荒れた線すらかっこよく見えてきます。いや、すごいですね。あとですね、この人、影色がめちゃくちゃ上手くて、色相をですね、結構光の色からずらして影色を作っているので、そのおかげでね、光をすごく感じるんですね。この襟元の影もね、わざと黄色に振っていたり、あと肌の影も光源からの距離によって、手元の方は青みがかった影にしてるんだけど、顔の方はね、赤みがかった影にしていたりと、影色がですね、本当に豊かなんですね。この色彩感覚、いや、めちゃくちゃすごいと思います。さあ、次行きましょう。はい。こちらはね、ずんだもんのイラスト。多分これはね、1時間じゃないのかもしれません。いつもよりも書き込みがしっかりされている部分があって、厚みがあるイラストになってますよね。はい。こういった書き込んだ感じも素晴らしいですね。いやー、本当に10代なの？いや、めちゃくちゃすごくないですか、この人。なんかね、もうこの時点でファンになった人多いんじゃないでしょうか。さあ、次はナルトのかかしのイラストですね。この絵もね、やっぱり影がバッチリ決まってますね。特におしゃれなのが、この髪の毛の影と、あと、なんて言うんですかね、この鉢金って言うんですか？このおでこのやつ。ここにね、少しだけ緑色っぽいニュアンスを加えてるんですよ。かかしってですね、緑色の印象が強いので、この緑
光を髪の毛の影と、あとこの鉄の部分に反射させることによって、全体のね、統一感をぐぐっと上げているのがかなりね、おしゃれです。いや、わかってるなっていう色使いですね。素晴らしいです。さあ、サクサクいきましょう。なんかね、うますぎて色々見せたくなっちゃいますね。はい、次は、早々のフリーレンのフリーレンですね。はい、アイス食べてます。これね、いつも顔にハイコントラストな影を落としているので、お決まりの見せ方として、いつもの見せ方がね、定着してるのかなって思わせつつ、いやいや、それだけじゃねえぞ。ってことでね、また違ったライティングを見せてくれています。いや、強いですね。日の光に照らされているところの暖かさ、そしてその中で味わうアイスのひんやり感、そういったね、温度の差を影色のね、絶妙な違いによって表現しちゃってます。本当にね、影色が豊かなんですね。さあ、そして最後。こちらはシオンさんのイラストですね。メメさんはね、この正面顔のこの角度、すごく得意なんでしょうね。この角度で描くのって結構ね、簡単に見えますが、これやってみるとですね、意外とこう難しいんですよ。特に正面顔って、情報量を上げるのがすごくこう難しいんですが、目を閉じているキャラなのにね、このまつげだけでしっかりと情報量を上げてきているので、これでもね、こう間持ちするんですね。はい、描写力も高いことが伺えます。やばいモンスターを発見しちゃった感じがしますね、今回。メメさんの絵柄と感じるものの正体について。いやー、ちょっと圧倒されちゃいました。メメさん、絵が上手すぎです。いやまあ、絵が上手いってね、一口で言うのは、ちょっとこう解像度が低い感じがしますので、もうちょっと細かく表現してみると、メメさんはキャラクターのポーズと、そして構図、そしてライティングのパズルをガチャン組み合わせるのがめちゃくちゃ上手い人だと思います。多分ね、キャラクターを見た瞬間、あ、このキャラクターはこういうポージングをさせて、そしてこの画角で撮って、この範囲で切り取って、そしてこういうライティングを当ててあげると、めちゃくちゃかっこよくなるはずっていう計算を瞬時に、そして的確にこなすのがすごく得意な方なんだと思います。しかもね、それをこう毎日繰り返しているので、どんどんね、その能力がパワーアップしているのが伺えます。いやー、これはね、恐ろしいですね。今言ったのがね、ほとんどそのまんま、メメさんの絵柄というのを構成している部分なんですが、質問にもあったね、メメさんの絵柄というものの正体として僕が思うのは、やはりね、色の使い方、特に影色の選び方にあると思います。特にですね、この杉本彩地のイラストがよくわかりますが、はい、メイキングも載っているので、ちょっと流してみましょう。普通これだけハイコントラストな影って、結構ね、最初載せるの怖いはずなんですよ。これなんて例えればいいのかな？おそらくコントラストって、料理人にとっての塩なんです。こうすごく卓越した料理人って、しょっぱくなるギリギリのところまで塩入れるって言うじゃないですか。で、そこまで上手くない人は、逆にね、しょっぱくなるのが怖いので、結構薄味になっちゃうんだけど、それを素材の味そのまま活かしたみたいにして、こうごまかすみたいな。なんかそういうのがあると思うんですが、メメさんはですね、塩加減のコントロールがめちゃくちゃ上手いんですね。最初から限界の量の塩を見極めて、で、一気にね、こうバラバラバラって料理に振りかけんの。もう周りからしたらね、いや、そんなに塩入れたらしょっぱくならないって心配になるんだけど、メメさんには的確な塩の量が見えているので、いいんだよ、これで。って言いながらこう、ドババババーって入れてるみたいな。なんかそういう感じがするんですよね。でね、周りの人はもうできたもん食わされて、うまってなってるっていう。そういう意味でね、メメさんのコントラスト調整がうまいのと、あとね、ただそれだけだと影色がね、ちょっとこう単調になってしまうので、ただね、ハイコントラストな絵になってしまうんですが、そうしないためにね、影色の中にいろいろな色味の変化をつけて、メメさんは影色の中でね、豊かな色彩を見せてくるんですね。ほら、よく見てください。メメさんの絵は、光が当たっている光の面には、実はね、意外と手入ってないんです。特に肌色の明るい部分なんてめちゃくちゃマットでしょ。これね、ただのベタ塗りしただけです。光の面にはあえて手を入れずに、ほら、影色の部分見てください。こっちは繊細に影色を使い分けてるんです。例えばね、この首元は一番彩度の高いオレンジ。そしてもう少しだけ彩度を落としたオレンジを顎下に置いて、そしてもうちょっと上、眉間にはね、かなり彩度を落としたグレーに近いオレンジ色を置いています。このね、光の面はマットに仕上げて、で、影色だけで質感を表現していくっていうスタイルが、僕はね、メメさんの絵柄だと思いました。あとですね、もう一つ挙げるとしたら、白目の色かな。メメさんの白目の色がですね、よく見ると白じゃないんです。
これね、ほとんど全部、うっすらとした青い白色なんですね。これね、毎回そうではないんですが、これね、少し青い白目が、めめさんのね、絵の特徴的な一つになっていると思いました。ただですね、今言った2つの特徴は、あくまで表層的な特徴です。僕が思う本質的なめめさんの絵の特徴は、やっぱり最初に言ったキャラクターのポーズと、そして構図、そしてライティング、特にね、影色のパズルを組み合わせるのがめちゃくちゃ得意という部分。ここが最もめめさんの強みであり、絵柄の本質的な部分じゃないかなと思いました。今後の課題について。さて、今後の課題の話をしていきます。僕が思うめめさんの今後の課題は、絵が上手いと絵を描かない人にも思わせるというところにある気がしています。もしかしたらこの動画を見ている人は不思議に思うかもしれません。皆さんは多分、めめさんの絵を見て普通に上手いって思いましたよね。めめさんの絵を見て、うまってね、感覚的にそう思った人って、実はその人の能力も結構ね、高くて、実は絵を見る力めっちゃある人なんです。おそらくですが、絵を全然描かない人がめめさんの絵を見た時に、高確率で思うだろうことって、あれなんかちょっと雑っぽいから、下手なのかなこの人。だと思います。これびっくりですよね。でもね、絵が雑。もっと言うと、線画の雑な部分を見て、あ、下手なんだこの人って判断する人は実は結構多いです。僕ね、これめちゃくちゃびっくりしたんですが、鬼滅の刃の後峠小夜春先生、僕から見たらめちゃくちゃ引くぐらい絵が上手いんですが、一部ではね、鬼滅の刃の絵ってアニメの絵は上手いけど、漫画は下手だよね、とか言われてたらしいじゃないですか。いや、僕からしたらね、何言ってんのお前ら。すごいこと言うね。ってね、こう、引く通り越して、ちょっと怒りすら湧いてくるんですけど、でも言われてみれば、鬼滅の刃の絵って、ところどころギャグ的にね、絵を崩してあったり、線画が綺麗なだけじゃなくて、こう独特な歪みみたいなのが含まれたりしているじゃないですか。それがですね、こう下手なんじゃないかって思わせる要素の一つなんじゃないかと、それを聞いていてね、思ったんですね。絵を描かない人から見た時の絵が上手い下手の尺度として、線が丁寧かどうかというのはかなり大きな尺度の一つだということなんです。なので、今のままでめめさんは十分上手いんですが、このまま行くとね、いわゆるミュージシャンズミュージシャンみたいに、同業の中では有名なんだけど、一般受けはあんまりしない絵描きみたいな感じになる可能性があると思います。絵描きだから、イラストレーターズイラストレーターみたいな感じで言えばいいのかな。どっちにしろね、あんまりそうはなりたくないじゃないですか。めめさんはプロのイラストレーターを目指しているということなので、おそらくね、どこかでその壁にぶち当たると思います。多分ですね、クライアントさんにもうちょっと丁寧に仕上げてくれますかってね、お願いされることもあるかもしれないんですね。で、その中で自分の中で認識しているめめさんっぽい絵柄の中に、こう、いい感じの雑さみたいなものが含まれすぎていると、ここでね、結構苦悩することになると思うんですね。あれ自分の絵ってちょっとこう雑っぽい、荒れた感じの絵柄が特徴だと思っていたのに、それを丁寧に仕上げたら自分っぽさっていうのがなくなっちゃうよってね、そういうことが起きるかもしれません。はい。僕がね、めめさんの絵を見ていて、そこの部分の参考になるかなと思うのが、今活躍している先輩の絵を参考にしてみることです。特にですね、めめさんにとって参考になりそうなのは、一例はですね、LM7 さん、そしてもう一例は作者2さんの絵が参考になりそうだなと思いました。LM7 さんはアークナイツで絵を描かれているイラストレーターさんなんですが、線がですね、結構荒々しくて勢いのあるイラストを描かれる方です。で、絵にね、荒れたタッチも結構含まれているんですが、圧倒的な質感とか、あとは密度を上げていくことで、荒れたタッチの印象を強調しすぎずに、丁寧にね、仕上げたイラストという印象に引き上げているように思います。で、もう一人の作者2さんの方が、もしかしたらめめさんのイラストに近いかもしれませんが、この方もですね、線だけを見るとわざとね、荒々しいタッチで描かれているので、これ線だけ見ると、実はね、そんな荒れたタッチでいいのって結構ね、びっくりするんですよ。でもその荒れた線の印象を色とね、細かい質感によって、これも丁寧に仕上げたイラストという印象に引き上げていると思います。自分の絵をですね、商品として見たときに雑さがちょっとこう際立ってしまうと、見ている人によっては商品クオリティではないと見る人も多いので、自分の絵柄を保ちつつも、誰が見てもね、これは商品のクオリティだという印象にまで引き上げるには、どこに工夫を施せばいいのか、それを考えることがね、今後のめめさんの課題のように思いました。すでにね、画力はすごく高い方だと思います。そしてまだまだお若いのでね、しっかりと落ち着いて、その課題と向き合ってみてください。絶対成功する方だと思います。頑張って応援しています。あと、めめさんのお父さん、僕の動画の紹介ありがとうございます。そして動画の編集お疲れ様です。
お知らせです。動画販売サイト Vimeo にて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。